皆さんこんにちは。直木マンの知らない世界番外編で出たこちらのお話。政治なんかっていうのは極めてドロドロしてるから、なんかの表紙で対立したりなんかすると、すげえ兵器持ってるようなもんだから、相手のこっちを狙ってくんだよ。で、された人いるじゃん。まあ有名な。有名な。藤ホニャララ。藤つまり女性の能力者だったんだけど、政治のあれに巻き込まれて殺された。藤田です。外国でじゃん。ハワイですか。ハワイです。世の中にはいろんな能力者がいるじゃないですか。占い師、予知夢が見える人、オーラが見える人、僕の友人にもね、幽霊が見えるとか言ってるちょっとうさんくさいね芸人さんがいるんですけど、一般的には彼らの能力って疑いの目で見られてるじゃないですか。ただ果たしてどうなのか、その中に本物もいるかもしれない。ただあまりにも力が強すぎて、時には消されることも。天才占い師、藤田琴留。1950年代、琴留は9歳でハワイに行った時に、狐が憑依し、琴留と名乗れというお告げとともに霊感を授かりました。小学6年生だった琴留は、天才霊感少女として産経新聞で、奇跡の少女現る天才占い師の少女、千里眼を持つ少女という記事で世間の注目を集めます。新聞に取り上げられてから一気に話題になって、その各業界から依頼が殺到したんです。中でも政権界から支持され、琴留の顧客には歴代の総理大臣である岸信介元首相、福田赳夫元首相というね、日本の首相レベルを占うっていう、ある意味それで日本の未来を決めてることになりますよね。日米安保条約と岸信介首相の退陣の後押しを琴留がしたと言われていて、他にもパク・チョンヒ暗殺事件や周恩来中国首相の死、雅子様が皇后になれないということも占ったとされています。そう、かなり政治が絡むようになってしまった。世界以外でもパナソニックの松下幸之助、国際工業グループの創業者の長野健二、野球界ではまだ学生だった王貞治に野球で大物になると占っていたんですね。まあ今だったらさ、ちょっと時代がさ違うじゃないですか。いろんな方のその黒い部分が表に出てきてる時代じゃないですか、今ってどちらかというと。なのでそういったことをね、もしかしたらね、占っていたかもしれない。美人霊感占い師として雑誌やテレビで取り上げられるようになったんです。日本で成功し、巨万の富を得た琴留は1973年にハワイへと移住。移住した後もハワイで経営コンサルタントを開き、日本と往復する生活を送るようになりました。すべてがうまくいっている、そんな矢先、1994年2月23日夕方15時頃、琴留の財政管理を任されていたハワイのセントラルパシフィックバンク会長のもとに琴留本人から電話があり、2万ドル持ってきてほしいと伝えられたそうです。何があったのか聞いてみると、人の生死に関わることと言われ、すぐに電話は切られたと言います。ただ電話の向こうではなんかね、慌てている様子で、しかもその琴留さんの後ろではね、声が聞こえたそうで、片言の日本語で指示しているような声も聞こえていたというんです。会長は15時30分頃、日本領事館に連絡。電話を受けた領事館の職員はすぐに琴留の住むマンションへ。16時40分頃、マンションに着いた職員は琴留の住む部屋から煙が出ていることに気づき、消防へ連絡。消防隊員によって火は消され、部屋の中を捜索すると、なんとクローゼットの中から口を封じられた状態で胸を撃たれた琴留が発見されたんです。さらにその日の夜22時34分頃、事件のあったマンションから約 3.5 キロ離れた駐車場内で燃えるスポーツカーが発見されました。スポーツカーは琴留の養子であった大学生の一人息子五郎のもので、車内からは手足を粘着テープで縛られ、琴留と同じ胸を撃たれた状態の五郎が発見されました。ホノルル警察はどちらの事件もね、その殺害した後に火をつけたっていう共通点があったので、同一犯の日本人母子殺人事件として捜査を開始。もちろん藤田琴留親子殺人事件はね、日本のワイドショーでも大きく取り上げられて、ただね、その琴留さんが雇っていたハウスキーパー曰く、当日働いていなかったのでわからないんですけど、琴留さんはね、誰かに恨まれたり、その揉めていた形跡もなく、ただ一つ、息子さんが金銭問題で揉めていたそうです。実は琴留は五郎に自分名義のクレジットカードを好きに使わせていて、この五郎が友人たちと遊ぶ際におごったり、また友人にカードを使わせていたりと、結構好き勝手にしていたそうなんです。このことから五郎さんのね、その金銭問題に琴留さんが巻き込まれた可能性が高いと警察は推測しました。警察の捜査が進んでいたある日、一人の記者のもとへ琴留が住んでいたマンション近くの質屋に盗まれたものらしき宝石が持ち込まれたという情報が入ってきました。その質屋を調べたところ、なんと事件の翌日、実際に琴留の持ち物であった宝飾品が持ち込まれていたことが判明。実はその質
質屋の店員さんと琴留さんが仲良かったからすぐに分かったらしいんですね。あれこれもしかして琴留さんのじゃないかな。こんなことある。すごいよね、この質屋の方。まあ職業としてるからいろんな方のその宝石品とか見てるんだろうね。そうなると間違いなくその質屋に訪れたその人物が怪しいっていうか、むしろその人が犯人でしょう。そこで第一容疑者とされたのが福作ライター。誰？彼は琴留の息子である五郎の友人。調べたところ彼には過去に4度カリフォルニアでの銃の不法所持による逮捕歴があって、さらに福作は暴力団ともつながりがあったという噂もあり、銃の密輸なども行っていた疑いがあるんです。そして福作は常に金に困り、家賃や水道光熱費を支払うために五郎から借金をし、返済できていないという状況だということが判明しました。警察はね、これらの情報から一連の事件の容疑者は福作だと断定。しかし警察が福作の部屋に向かった時にはすでに彼は恋人と共に失踪。その後の捜査で明らかになったのは、なんと福作はその事件の2日後ね、質屋に売って、その後すぐにね、その日本に帰国して友人の家に囲まれていったらしいんですね。これにより警察はメディアにも情報を公開。日本でも新聞などメディアで報じられ、福作は新聞で容疑が自分と恋人に向けられていたことを知り、無実を訴えるため自ら神奈川県警に出頭。なんと驚くことに自分は犯人ではないと主張するんです。当時福作が住んでいたマンションの部屋の中から琴留と五郎の殺害に使われていたものと同じ拳銃の弾が発見され、また不自然に切り取られたカーペットとその付近で五郎の血痕も検出されたんです。もうこれは逃れられない。さらに家主からもともと部屋にあったはずのソファーが消えているという証言もあったんです。この証言から福作のマンションの防犯カメラを操作すると、事件当時の福作の動きが判明したんです。2月23日9時27分、福作は五郎と一緒にエントランスから上りエレベーターに乗る。12時55分、福作一人で下りエレベーターに乗り出かける。15時54分、福作がマンションへと戻ってくる。17時35分、大型のカートを持った福作がエントランスから上りエレベーターに乗る。21時15分、福作が大きな荷物をカートに乗せ下りエレベーターに乗り出かける。21時46分、福作が運んでいた大きな荷物を乗せた五郎のスポーツカーがマンションの駐車場を出ていく。翌日朝8時21分、備え付けのソファーを運び出す福作の姿が。このソファーは福作のアパートの地下駐車場にあるゴミ置き場で後日発見されます。この日の防犯カメラには五郎がマンションから出ていく姿はどこにもありませんでした。この防犯カメラの映像から3月30日、陪審員12人による判決は第2級殺人での有罪、終身刑2回分の宣告でした。ただ裁判が始まると福作は一貫して無罪を主張するんです。しかし検察側が用意した証拠はどれも福作の単独犯であるということを示しているものばかり。検察側の主張としては、福作は家賃を3ヶ月間滞納し、光熱費の支払いのため五郎から借金をし、さらに金を返すよう催促されていた。事件当日、マンション内で福作と思われる黒髪の若い男を琴留の隣人が見かけたと証言がある。防犯カメラ映像での福作の不審な行動の数々、福作のアパートのカーペットを大きく切り取られ、その下から血液が採取された。またアパート地下のゴミ置き場に捨てられた福作のソファーは血痕が残っており、 DNA 鑑定の結果、五郎の血液と酷似する血液と判明。またこのソファーからは琴留の部屋から見つかったものと同じ種類の弾丸が見つかります。質屋に持ち込まれた琴留の宝石総額200万円の存在。これらによって五郎を誘拐し、琴留に身代金2万ドルを要求したかが失敗。琴留を殺害することになり、自宅で監禁していた五郎も殺害っていうね。確かにね、今までのこれらの証拠を見たら明らかにこの福作が疑われてもしょうがないっていうか、犯人あなたしかいないでしょうという状況ですよね。しかし福作は誰も殺害していないと無実を主張。福作の弁護士は福作を犯人に仕立て上げた別の人物がいるとし、証拠を提出しました。事件当日2月23日、五郎のスポーツカーからの出火があり、出火したのが午後10時30分頃、消防隊が現場に到着したのが22時34分頃なんですけど、この時福作は出火現場から3キロも離れたワイキキのスーパーで買い物をしている姿が防犯カメラに映っていたんです。スーパーの防犯カメラは22時34分頃の福作の姿を捉えているので、4分で出火現場から移動して3キロ離れたスーパーに移動していたことになります。これは不可能なので単独犯説は無理があると。マンションの防犯カメラに映っていた荷物の乗った車の運転手の顔は影になっていて、福作だと特定できない。五郎は両手足を縛られた状態で発見された。五郎の身長が180センチ、体重90キロという大柄であるのに対し
して160センチほどしかない福作が一人で拘束するのは不可能。言留の部屋から福作の指紋や頭髪など一切検出されていない。警察が証拠として提出している福作のソファーに挟まっていた銃弾は使用された痕跡がなく新品の状態で、また体を貫通したという痕跡もないということ、またソファーの隙間に挟まっていたということも、撃たれた弾丸の場合はありえないことから、何者かが故意に弾丸を置いた偽装工作の可能性。事件への関与は認めるが、殺害には一切関わっていないが、ガールフレンドも両親もと脅されて遺体の移動を手伝ったということ。どうでしょう、これら一連の情報を見て。確かに福作一人ではないんじゃないのって思い始めてきましたよね。誰かにはめられているような行動が見られます。さらに言留は顧客であった王氏を通じて暴力団とも親交があったことを指摘されているんです。このことから冷静に考えたら、絶対福作誰かにはめられてるじゃんって絶対これ、確かにね、その事件には関与したのは間違いないのかもしれないけど、明らかに第三者に脅されて利用されたんじゃないのっていう流れが見えてきますよね。しかし彼の主張は認められず、無期懲役を言い渡されることになったんです。彼は今でも獄中の中、自分はね無実だと主張しているんです。殺人時はね加担していないと。ただその革新的な部分について問われると、彼はね口を閉ざしてしまいます。なぜ真実を語ることはできないのか。実は福作、裁判中にこんなことを言っているんです。私は友人も彼の母親も地下鉄がしていません。この裁判に圧力を加えている人に伝えたい。私は何も話しません。約束します。だから私の家族や恋人には手を出さないでください。これはどういう意味なのか、誰に向けた言葉なのか。もしこれが本当だったら、彼は間違いなくね、その家族もろとも脅されているので真実を語れていない状況ですよね。さらにね、2019年のアベマのドキュメンタリーではこんな意味深なことを言ってて、エレベーターの防犯カメラ映像について、映っている遺体は五郎の遺体ではなく150から160センチの小柄な別の人物であるということ。ここから一気にちょっと複雑になるんですけど、言留とその福作の関係が明らかになっていくんです。福作は投資関係の仕事をしていたことから、言留から生命保険を担保にお金を借りられないかと相談されて、そこで福作は東京の金融会社社長 K を紹介します。この K という人物は在日北朝鮮人で、その方から言留は200万ドル、約2億円を借金します。ただなんと言留に貸し付けられたお金は北朝鮮で製造された偽札で、貸し付ける際にはこの2億円を使うのは夏以降にと念押しされます。しかし言留に貸した偽札がすぐに五郎によって使われてしまい、 K は福作に偽札の回収を依頼。その後言留のボディーガードがリーダーとなり、福作のマンションで言留から偽札を受け取ったとされる男3人を軟禁。その後そのボディーガードが3人を展開。福作は荷物殺害されたその一人ですよねをエレベーターで運ぶように指示され、防犯カメラの映像はその時の映像になると、他2名は階段から下に運ばれたそうです。この事件の2ヶ月後には金融会社社長の K も何者かによって射殺されています。というのも言留は生前様々な秘密の情報をブラックブック、黒い手帳に記していたようです。 K から借金する際、そのブラックブックを担保として K に渡していました。そして K が殺害された後もこのブラックブックは発見されていません。そのブラックブックには政財界のいろんなねやばいことがおそらく書かれているので、犯人はそのブラックブックが狙いだったのか。ただそのブラックブックをね担保として使うぐらいなので、おそらく殺害しなくても脅せば簡単に入手はできそうですよね。すごいややこしいっていうか複雑な展開になってきますよね。果たしてそのお金問題なのか、あるいはそのブラックブック、その彼女が占ったいろんな方のやばい情報が書かれている、そういったつながりであり情報が目当てだったのか。ただ間違いなく一つ言えるのは、この事件99.9% 未解決だそうです。元公安の勝丸円覚さん曰く、私よりもずっと先輩の人で、しかも直接関わったっていう、すごい先輩の人が、なんて言ってました？聞きたい。めっちゃ興味深いよ。調べた方がいいよ。解決にたどり着けなかったって悔しかった。本人がもう言っちゃってんだ。じゃあ獄中にいる方はおそらく真実を語ってて、おそらくですね。だって顔見たら俺分かる。僕もちょっと勘がいいんですけど、こいつ怪しいなっていうのと、純粋に真実話してるような顔見たら分かるんですよ。そうですよね。分かる時ありますよね。ありえるんだ。ありえますね。政治家が暗殺者みたいなのを雇って、それすげえ情報じゃないですか。それ言って大丈夫なんですか？
先輩のそれが言ってたって。もうその先輩多分もうかなりの高齢で亡くなってるんでしょうね。担当した方が解決できなかったって実態解明犯人にちょっとできなかった捕まってることになってるけど、はい、世間的なイメージってあの事件どうなんですか？多分これで解決っていうことになってますよね、世間的に。あ、彼が犯人で獄中にいてまだ認めてなくてはい終身刑で、はい、っていうのが世間ですよね。上司の方も、はい彼が犯人の可能性はあるけど全てのピースがつながんなかったってことでも言ってる可能性もある。例えば教唆した人がいれば殺人教唆で犯人がもう一人いるわけじゃないですか、なのでもっと逮捕できるやつがいたっていう意味での実態解明ですよ。取り逃がしたっていう表現は使わなかったですけども、実態解明って言い方だったんですけど、は結局本来3人いたのいるのにに、1人しかできなかったっていうのがまだいたっていいう、やーね、悔しがってましたね。すごいね。そういった意味ではもう未解決事件じゃないけど、そういうのはもうゴロゴロあるっていうね。そうですね、今事件としてはもう終結してるけども全部が捉えきれてないままっていうのはありますよね。もちろん真実は分かりませんが、こんなにも明らかに解決していない事件なのにもかかわらず、真実が表に出ないということは何か圧力がかけられている。2020年の時点で福作ライターは胃がんなどの病気を患っており、医師からは生存率 2% の宣告を受けているとのこと。彼が生きている間に真実が世に出ることはあるのか。いかがでしょうか皆さん、こちらの事件。もちろん何がね、きっかけで事件に発展したのかわからないですよ。そのお金の問題かもしれないし、彼女があまりにもいろんなつながり関係、その政財界とか暴力団とかいろんなを持ってて、あまりにも闇っていうかそういった部分を見すぎて、あまりにもね世の中が見えすぎると、いろんな方々から狙うことは大いにあり得るんじゃないでしょうか。いろんな能力者がいますけど、話に聞きます。ある条件をねクリアすると各国からスカウトがかかるということを CIA、昔で言うと KGB とか中国ももちろんそうだし、スカウトがかかって、要は彼らも自分たちの利益のために使いたいそうなんですよ。まさかそんなことないだろうって思う人もいれば、いやあり得るんじゃないといろんな意見あると思うけど、世の中は不思議なところですよ。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。